あなたには本当に驚かされるよ、ユーリ。この私に頼み事をしてくるなんて。頼み事じゃない。取引だ。お前にだけは借りを作りたくないからな。でも今のところはあなたの一方的なお願いでしょ。私はまだ取引材料を決めてないわけだし。早く決めろ。そうだね。オアシスで騒動が起きた翌日、俺は堂々と逃亡を目論んでいたサラレギーを捕まえ、ある取引を持ちかけた。つまり砂漠の覇権を争う騎馬民族たちに、今後これ以上オアシスを荒らさせないための究極の替え玉説得作戦の協力者に指名したんだ。でも大胆なこと考えるね。騎馬民族を騙そうだなんて。騙すわけじゃない。聖鎖国の土地は全て皇帝の持ち物なんだから、今後は勝手なことをするなって事実を再認識させるだけだ。だからってこの私にイエルシーになりきれだなんて。双子なら一度はやってみたいことなんだろ。でもなりすましが発覚したらイエルシーに怒られるのは私だよ。これは代償としてよほどのものをいただかないと。決めたか？命かな。命？そう、人一人の命となら引き換えにしてもいい。誰の？決まってるじゃない。まずは小シマロンに投入してもらうのがいいね。どんなことをして遊ぶかはそれからじっくり考えよう。だから誰の？あ、ユリ、向こうの砂丘に人影が見えるよ。騎馬民族だ。何人いる？5、6人かな。どちらの部族のものだろう。どうするの？戦う？昨べみたいなすごい魔術を見せてくれる？もうそんな無謀なことはしない。素直に捕まろうぜ。いいか、サラ。身柄を拘束されたら真っ先にイエルシーだと名乗るんだ。わかったよ。でもあなたはどうするの？そうだ、異国から来た少年を召し抱えたことにしたらどうかな。私たちの本当の関係に近いからあなたも演じやすいでしょ。お前が俺をどう思ってるのか分かった気がするよ、サラレギ。やっぱキャラクター設定を失敗したな。うまいこと騎馬民族の本拠地に潜入できたし、サラの替え玉作戦が成功したのはラッキーなんだけどさ、部族を挙げての晩餐会にあいつだけ主賓扱いってなんかずるくね？ああ、こんなことなら俺もイエルシー皇帝の異国の親友って設定にしとけばよかった。腹減った。このテントなんとなく物置っぽいよな。備蓄食料とかどっかに食い物隠してないかな。おお、やべ、今なんか蹴った。てか声、足元で声した？なんだこれ。荷物にしちゃでかいし、なんか柔らかいし。動物？家畜とか、豚かな。なんだろう。なんか急にいい匂いが。おい。すげえ腹減った。おい坊主。あれ、空腹でなんか幻聴が。なんでお前がここにいる？もしかしてその声マッチョアーダラベルト？俺以外のなんだってんだ。おい、どっち向いて喋ってる？坊主、まさか目が見えないのか？どうして？それはこっちが聞きたいよ。そいつは一応生き物だ。蹴るな、そっとしとけ。ごめん、家畜か何か？いや、煮ても焼いても食えん。かといって捨てるわけにもいかないから、そこに置いているだけさ。腹が減ってんのか？飯食うか？子犬みたいな目でこっち見んな。まあ座れ。
目が見えないんじゃ道具を使うのも面倒だろう。ちっとばかし乱暴だが手で掴んで食っちまえ。手づかみ？お上品な王さんが聞いたら汁を飛ばして怒りそうだが、この料理は手で食うのが一番うまいんだよ。作った俺が保証する。じゃあお言葉に甘えていただきまーす。おいしいですシェフ。しかし珍しい食材が入ったと聞いてきてみりゃ、肉は肉でも魔族の箱入り坊主だったとはな。食材？西の方じゃ黒目黒髪のものは不老不死の珍味とされているらしいぜ。お前も知ってるだろ。珍味なんだ。俺なんだ、手のひらをどうした？軽く切りました。うっかりミスで。しょうがねえな。直してやろうか。え？その傷、俺が今すぐ直してやろうかって言ってるんだ。そんなことできんの？俺は魔族を捨てた身だ。いくつか便利な砲術が使える。平気なんだな、親族の土地でも。そら、手をこっちに貸せ。こう？そうだ、俺の胸に手を当てろ。おー、さすがアメフトマッチョ。いい胸板。おい、乳首はよせ、乳首は。すいません。よく聞いてろよ。痛いよ。少しは我慢しろ。魔術の方が優しいな。砲術だって優しいぜ、人間にはな。苦しいのはお前が魔族に近い証拠だ。そんな、ユリ！大丈夫か陛下？アダルベルト！どうしてお前が騎馬民族の元にいるんだ？そいつはお前の方だろうよ、三男坊閣下。上陸の途中で俺とナイジェルを見捨てやがって。お怪我は？ないよ。っていうか今直してもらってたとこ。ヘーゼル、彼はアーダルベルト。フットボール選手みたいないい男だね。ありがとうよ、ばあさん。説明しろ、グランツ！はいはい、もう分かったよ。どうやら俺救世主らしいんだわ。救世主？なんか予言書みたいなのがあってな。ほら。なに、世も末救世主伝説。かっこいい。ちょっと待ってくれ。最近老眼がひどくてね。海より来たる救世主、青い瞳と頑丈な顎を持ち、悩ましき人魚を抱えた美丈夫。頑丈な顎？悩ましき人魚？筋肉関係ねえの？コンラッド、あれは人魚だと思うか？どうして俺に聞くんだ？だって詳しいだろ、そっち方面。どっち方面だよ。っていうか人魚この部屋にいんの？なんか泣いた。縛られてるところが悩ましいといえば悩ましいのかな。髪型かもしれないよ。いや、案外あのヒゲかもしれないぞ。ヒゲ？人魚にヒゲあんの？とにかく人魚らしきものを抱えて海から来たから、俺は部族の救世主なんだと。ついでだから厨房に立ってここの連中の食事も改善してやった。流しの板さんかよ。さて、臨時の名誉職とはいえ今部族内で一番地位が高いのはこの俺だ。何か知りたいことがあるんなら今のうちに聞いておけよ。まさかお墓に飛ばされるとはね。でかすぎて出口が見つかりませんよと。一体どこの誰のなんだか。なんだろう、壁から光が漏れてる。おい、誰かいるなら手を貸してくれ。
すまない、そっちへ行きたい。この壁を壊せるか。びっくりした。乱暴だな。助けてもらって文句も言えないけど。ああ、なんだ君だったのか。よかった、助かったよ。渋谷は一緒じゃないのかい？いてててて、そんなに強く腕掴まないでよ。どうしたの？そうだ、君なんだってこんなところに。ユーリ、大変、助けてよ。ああ、びっくりした。サラレギ。お、小島ロンを。今なんか転がってった。ああ、気にするな。人魚が移動しただけだ。そうだよ、人魚。どこ行っちゃった？人魚だの魚人だの、そんなのどうでもいいよ。聞いてユーリ、私が大変なんだ。どうしたんだよ急に。晩餐会してたんじゃねえの？まさか偽エルシーってバレたんじゃ。違う。あの連中と来たら皇帝陛下を拉致して聖鎖国政府から身代金を取ろうとしているんだよ。え？それって立派な反逆罪なんじゃね？その通りだ。サラ、また国民に裏切られて。私じゃなくてイエルシーがでしょ。とにかくサラをかくまわないとな。どこか隠れるところ。陛下。だから陛下って呼ぶなって何度も。すみませんユリ、でも目が。目が見えてるのか？見えてる。おや、よかった。すげえ、俺治ってる。でもなんで？安心したんだろう。仲間と会って飯も食って。食事したから安心だと？ユーリ、お前というやつはなんて意地汚いんだ。なんだ、もう治ってしまったの。すまんない。あの女。隠れてもすぐに見つかります。とにかくみんなでここを出ましょう。それしかないようだね。まあ頑張りな。俺はもう少し気楽な救世主生活を送ることにするぜ。貴様、それでも魔族か。なんだよ、俺はもう一人でも多く戦える男が欲しい時に、王の危機に剣にも盾にもなろうとせず、のらりくらりと過ごそうというのか。おいおい、俺には関係ないよせよボルフ。強制できることじゃない。アーダルベルト、お前が必要だ。いいだろう。やっといなくなったか。ひどい目にあった。くそー、あの生意気な魔王の小僧め。あいつが関わると毎回ろくなことにならない。やった。先ほどサラレギ陛下が転がり込まれた時には正直気を失うかと思ったぞ。せっかく人魚として新たな第二の人生を歩み始めたのに、あの方に見つかったら全ておしまいになってしまうではないか。しかし困ったぞ。お父様が私を残していってしまうなんて。人魚は救世主の付属物なのに本体なしでこれからどう生きていけばいいのか。ポニーポニー、何を？ポニー、刈り上げを？ジェイソン、フレディ。ポニーとは私のことか？ポニー、魔王を？ポニー、ユーリ来てる？有利だかキュウリだか知らんが、あの忌々しい魔王なら先ほどまでこの集落にいたぞ。ところでお前たち、一体どうしてこんな場所にいるんだ？さらわれた。さらわれた。ポニー、収容所を？知らん。
知らんが。騎馬民族に。でもここ食事いい。そう、すごくおいしい。救世主様と人魚のおかげ。そうだろ。ユーリの行く先を。そんなことまで知るか。ポニー連れてって。なぜ私に頼む。だってポニー親切だもの。こっち来たら大人誰も優しくなかった。思い出したらポニー優しかったもの。だってポニーお父さんのようなものだもの。お父さん。ポニーこれを連れてってくれたらあげる。焼き芋か。ポニーお父さんのようなものだもの。背景お父様、突然ですがあなたに孫ができました。おい、どこまで走りゃいいんだ。とにかく騎馬民族の本拠地から離れる。ご覧よ、この砂地をまっすぐ行った先が星鎖国王家の墓所だ。ボーイズ、前方に問題発生。なんだあの兵士たちは。様子が変だぞ。ああ、多分生きる屍だ。陛下、気のせいかもしれないんだが、前方の懸案事項、どうも見覚えがあるような気がしてならない。何？グリエ。そんなはず。いや、ヨザ君生きて。だとしたらあれは幻覚だったって俺の仮説が正しい。いえ、申し上げた通りです。ありえません。その時ヨザックが馬上に積んだ荷物を投げ落とした。ボロ切れに包まれた何か大きな塊。砂地に力なく横たわるそれは確かに人の形をしていた。手と足と後頭部が見える。こちらに向けた髪の色は黒だ。村田。ユーリ、村田、まさか。なんで？落ち着いて。ゲイカは生きてます。奴らがそう簡単に人質を殺すはずがない。人質？そうです。ねえユーリ、取引内容のことを覚えている？ああ、何言ってんだよこんな時に。聞いて。私はあの時命と言ったよね。やっぱりそうするよ、決めた。だから今はそんなこと。ただしあなたのではなく私の命。私を無事にこの国から出して。なんで？事情が変わったんだ。どうやら私はあの子を甘く見すぎていたらしい。あの子？ユーリ見ろ、グリエの後ろにイエルシー。面白い。散々人を裏切り者呼ばわりした野郎があんなところで何やってんだ。おい、グリアは俺にやらせろよ。いつぞへの決着をつけてやるぜ。ダメだ。そんなことしたら村田が何されるか。指輪が。どうしたユーリ？陛下。平気だ。原因は分かってる。こいつイエルシーに近づくとこうなるんだ。なんだそれは。外せないのか？外せないけど大丈夫だ。今はそれどころじゃ。イエルシー、ソロ、言ってごらん。こんな手の込んだやり方までして。お前の欲しいものは何？交換。総国の男と交換。小島論王と神魔国魔王。私とユーリ？そう。私たちを利用するんだ。そう。条約よりもずっと簡単。どんな偶然が重なったものか、あなた方は本当に運がいいね。こちらの仕掛けた罠から何度も上手にすり抜けて、おかげで私が直接手を下さねばならなくなった。
だこれ、頭の中にあいつの声が。まさかこの指輪が？日が沈むまで時間をあげる。決めて。太陽が色づいてきた。じき日が沈みます。あいつらはなぜ一気に襲ってこないんだ。数なら圧倒的に優勢だろうに。決まってる。奴らは夜が好きなのさ。死体だからね。ゾッとしねえな。でも神魔国にだって歩く骨がいるんでしょ。大して変わらないじゃない。全然似てない。一緒にすんな。うちのコッヒーはああいう種族なの。省ける部分を全て省いたシンプルかつスタイリッシュな体なんだから。ってあれ、どうした？あっち村田が手振ってる。おーい村田あ、よかった、生きてる。よかった。渋谷、いいところで会えた。バカ、全然いいとこじゃねえよ。最悪だ。どうやってこっち来たんだよ。お前怪我は？見た目ほどじゃないよ。でもメガネなら心配すんな。予備がある。なぜだかわからないけどありがとう。早く借りたい。ところで教えてくれ。僕が追いつくまでの間にどんな政変があったんだ。君は玉座を追われたのか。いや、まだ追われてはいないよ。多分なあ、ボルフラム。当たり前だ。だったらどうして敵側に彼がいるの？ごめん、それ俺にもわからないんだ。言っておく。いざとなったら僕のことを置いて逃げろなんて言ったら絶好だがんな。それは困る。死んだ方がマシだ。死ぬなんて軽々しく言うな。軽々しくなんて。ねえ渋谷、大事な話がある。何？古墳の石室の中に箱が。やめろよヨザック。大丈夫だ。ごめん、ちょっと休む。寝てろ。後のことは任せて。ユーリ、顔色が。俺は平気。ここで村田の様子見ててくれ。分かった。ユリ。なんでこんなことに。ユリ、どうなってるんだ。全然わかんない。あそこからどうやって生き延びたのか。違う、イエルシーの術で動かされてるだけで、もしかしたらもう。あいつには言ってあります。もしもあなたに危害を及ぼすようなことがあれば。よせよ。その時は俺がこの手で。やめてくれ。今そんなこと言うの。ごめんね、何も言わなくて。コンラッド、こんな気持ちにさせてたんですね。俺は心配させた挙句、敵の軍服なんか着て現れて、あなたにこんな苦しい思いをさせて。そうだよ。何も言わずに姿を消して散々心配させて。ユリ、子供じゃないんだから。理由を説明してくれればちゃんと納得した。種をまきに行ったんです。種？そう。行きましょう。弱気になってる場合じゃない。取り戻さないと。はい、行こう。人質の交換に応じる。このところグレタは酔いっぱりさんですね。
アニシナだって何日も徹夜してるじゃない。私はいいのです。毒女の一日は一般人とは周期が異なりますから。グエンダル、あなたはさっさと眠ればいいのですよ。昼の執務の疲れが溜まっているでしょ。いや、私はそういえばギュンターから今日白鳩便が届いたぞ。今どこにいるの？ユーリたちと一緒なの？いや、生地魔力が高いがために砲力酔いがひどく、星鎖国近海にすら近寄れていないようだな。鳩は小シマロン国内から来ていた。サラ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 。あなた変わりはないですか？日ごと寂しさが募ります。陛下が星鎖国に行ってしまわれてからもう何日が経つのでしょう。たった一人で小シマロンに取り残された私は、我が娘ギーゼラの計らいでなぜか監獄にも似た頑丈な鉄格子付きの特別病棟に収容されてしまいました。この病院では昼夜を問わず、グリエによく似た看護師たちが私の面倒をよく見てくれます。けれど私はこんなガチムチ筋肉だるまどもより、陛下のあのしなやかなお姿が恋しい。可愛らしいお顔と聡明そうな黒い瞳と、闇夜にも似た艶やかな髪と、抱きしめたら折れてしまいそうな以下略が恋しい。星鎖国へ向かったボルフラムには、私が念を込めたお守りを渡しておきました。ですがやはりできることならば、私自身が陛下のおそばに駆けつけて、全身全霊全汁をかけて、そうギュンギュンとかけまくって陛下をお守りしたかった。なお計10割のお守りを作るにあたり、毛根ごと頭髪を抜き取って使用したために、後頭部にごっそりと広範囲の空き地が生じてしまいました。今私の願い事が叶うならば、陛下のもとへ飛ぶ翼と頭髪が欲しい。グエンダル、どうかお願いです。塔の中の囚われの小鳥となった私を早く外へ連れ出してください。お迎え待ってます。ついでに良い気配薬も2瓶ほどお願いします。追伸、アニシナ印の薬品関係の持ち込みは丁重にご辞退申し上げます。コンクライスト教の回収は一番最後で問題ないでしょう。まあそうだな。元気そうだしな、割と。いっそ拾ってこなくても良さそうですよね。いや、そう思うのは山々だが、あれでも曲がりなりにも我が国の10貴族当主の一人、王座の地位まで上り詰めた男だぞ。他国にしておくわけにもいかないだろう。そうだよアニシナ。産業廃棄物の不法投棄は社会の迷惑だってユーリも言ってたよ。失礼、その通りです。これからは省エネとエコの時代。私としたことが毒女の基本理念を忘れるところでした。ところでグレタは先ほどからその積み木で何を作っているのだ？積み木じゃないよ。コッヒーのくみくみ骨っちょだよ。また骨パシーで何か聞こえないかなと思って。なるほど。早速受信してるよ。なんだと？テス。まさかクリエちゃんが敵に回るなんて。しかも陛下を人質にとっての裏切りとは信じられないこともあるものだな、タカスコス。ケイカ？グリエが？ダカスコス、確かギュンターの部下でしたね。おやグエンダル、こんな夜更けにどこへ行くのですか？有利陛下の探索のために船を出す。それなら先日艦隊を向かわせたばかりでしょう。事態が変わった。増員する。私も高速艇に乗り先行隊に合流を。呆れた。ボルフラム、ギュンター、それにあなたまでですか？わかるだろうアニシナ。グエン、
咎めているわけではありませんよ。私が問うているのはこの国のことです。ここであなたまでもが不在になるなら、国家の守りは誰に任せればよいのですか？それはビーレフェルトの一派でも呼び寄せますか？それともあなたの大嫌いなシュトッフェルでも？冗談ではない。ではどうします？陛下からお預かりした大切な役割でしょう。ではお前に任せる。私に？魔術と毒物学と文学と女性の地位向上運動と日常生活への魔導の活用と剣闘と格闘とフォンボルテール教の観察にしか興味のないこの私に国家の守りを任せると？そうだ。消せませんね。私にそれだけの才覚があるのは自覚していますが、よりによってあなたがそのような決断を下そうとは。信じている。貴公の神魔国への愛と忠誠心を信じている。いいでしょう。感謝する。では行く。グレタも一緒に行く。感謝するのはこちらです。日が沈んだ。魔王と小島論王、人質の交換に応じるよ。今から俺がそちらへ行く。サラは？サラレギーの身柄に関しては俺の権力の及ぶところではない。何？我々魔族にはサラレギー陛下の身の振り方を勝手に決める権利はない。どうあっても陛下をお迎えしたいというなら小島論と直接交渉していただこうか。実はもうサラレギーはここにはいない。闇に紛れて脱出済みだ。守られるかは定かじゃないが、俺との約束を一つだけ抱えてある場所へ向かっていたんだ。どこへ行った？さあね。貴様。おやおや、皇帝陛下は頭に血が上ったようだね。引っ込んじまった。勝ち目はあるのかな。勝ち目のない戦いは初めてかい。まさかこれまでの人生そればっかだよ。ユーリ、一人で行くつもりか？まさかとは思うけど一緒に来たりはしないよな。お呼びがかかればどこまででもお供いたします。敬語怒ってんのかよ。冗談。人質になりに行くのにお供なんかさせられねえよ。陛下のお役に立てれば光栄ですから。ありがとう。でもそれは違うと思う。貴公の犠牲は俺のためじゃなく、その国家のために。同じことだ。そうじゃなく、俺何？すまない。ほら見ろ、三男坊になんかやらせるからこうなるんだ。俺なら溝落ち一発で失神させてやったのに。どうしてコンラッドとボルフラムがイエルシーの元へ向かっているんだ。聖鎖国皇帝陛下、これからユーリ陛下をお連れする。どうだろうな。背格好はよく似ちゃいるが、布がめくれて髪の一房でも見えればすぐにバレる。風が吹かないよう祈るしかないね。話せよアダルベルト、俺が行かなきゃ。おっと、そうはいかねえ。お前さんまさかあの二人が最愛の王様をすんなり献上すると思ってたのか？だとしたらおめでたすぎるぜ。なんだよ畜生、代理やってくれなんて俺一言も頼んでないだろ。なあヘーゼル、これっていわゆる一つの反乱だろ。残念だけど陛下、私には主思いの自己犠牲にしか見えない。キリスト教徒に聞くんじゃなかった。あなたは？私はウエラ、大シマロンの使者だ。この度のサラレギー陛下の行動に関しては宗主国の者としてこの私にも責任の一端がある。つまり小シマロンに代わり
我々大シマロンが帰国の要望を検討したい。大シマロンにおける私の立場をご理解いただければ、一層実のある話し合いが可能かと思いますが、皇帝陛下。何言っちゃってんのあの人。結構な地位に食い込んでるってことさ。聞いてねえのか？知らない。世が世なら王子様なんだ。それはツェリー様の。そうじゃねえ。もともとウェラーの祖先はシマロンの一部を治めていた王だ。それがあいつの親父の代になって国を出た。お前さんにとっちゃあいつは魔族の優秀な武人で全魔王の次男って印象だろう。だが大シマロンの連中は違う。あっちの大陸には奴の祖先を崇拝する輩がいくらも残ってるんだ。それはあいつはすっかり救世主扱いだな。まるで信仰だ。ま、俺もここでは救世主と呼ばれる立場だが。でもそれって今の大シマロンをベラールがよく思わないんじゃ。そこが複雑なところだ。敵視すればウェラーを崇める者の反感を買う。かといってもろ手を挙げて受け入れては現政権の権威に傷がつく。そこでベラールはウェラー教コンラートを友として歓迎した。だが結果的にあっちじゃ物騒な噂が広まってるぜ。物騒？まさかコンラッドの暗殺計画とかじゃないだろうな。違う。これまでおとなしくしていた廃王家の信奉者たちが密かに動き始めたって噂だ。あいつを支持する連中が地下でつながり始めたと。そんな。コンラッド、あんたはどんな種をまくために大シマロンに向かったんだ？ゲイか。なぜだ？なんで君たちがここにいるんだ？ゲイか。ダメだ！ウェラー教とフォンビーレフェルト教は来ちゃダメだ！何を？陛下！聖鎖国皇帝陛下！騙されるな！彼らには地位も権力もない！こんな二人と僕を交換するな！彼らと取引しちゃいけない！村田？なんだあいつは、いきなりぶち壊しやがって。箱が。そうだ。おい、こら！ここだ！イエルシー！俺はここにいるぞ！ユーリ！陛下！どっちの計画だ？陛下！僕だ。やってくれたな！腹を殴るのは何の申し込みだ？離婚？再婚？敬愛の。嘘をつけ！覚えてろよ。お前たちは戻れ。ですが陛下。聞こえなかったのか？皇帝陛下、お騒がせしてすまない。違うだろう！皇帝陛下！交換は君のお兄さんとのはずだろう！どうして渋谷なんだ？どうして有利まで巻き込むんだ？兄弟喧嘩は兄弟だけで解決しろよ！他じゃみんなそうしてる！いいんだよ村田、大丈夫だ。当初の計画通りなんだ。さあイエルシー、俺と人質を交換してもらおうか。村田は無事味方の元へ戻った。一方俺はイエルシー率いるゾンビ軍の本陣に連れ込まれてしまったわけで。これはイエルシー、あんたはこいつをこんなところに運び出してどうするつもりだ？これは母上の大切な箱。母上？ふと見れば箱の奥に大将が座るみたいな椅子があって、一人の女性が座っていた。花嫁みたいなベールのせいで顔はちっとも見えないけれど、地位の高そうな立派なドレスを身にまとっていた。母上おっしゃっていた奇跡の箱。
やはり彼女が母親なのだろうか。しかしピクリとも動かない。眠っているのかもしれない。奇跡の箱じゃなくて災いの箱だ。命を与える奇跡の箱。だからそんな親切なもんじゃねえって。これは捨てろ、今すぐだ。いや、これは大切な宝物。へえ、あんたって平和な人だな。箱の正体も知らないで。そこへ行くと兄貴のサラレギーは賢いね。その箱にどんな力があるか知ってる？サラレギー知らない。そんなはずない。あんな死に損ないの方が賢いなんて絶対にそんなことない。だって彼優秀すぎたから父親の国に送られたんだろ。赤ん坊の頃からあまりに賢くてあんたの将来を脅かしそうだったから。なに？知らない。しらばっくれてもな。あんたが動揺しまくりなのは俺に筒抜けなんだよ、言えるし。そんな理由じゃない。何度も聞いてるよ。母上は全部話してくれた。どうしたのイエルシー？怖い夢を見た？寂しいの。ねえ、どうしてサラをよそにやってしまったの？ごめんなさい、あなたを一人にさせて。でも我慢して。サラレギーはもうお父様の国から帰ってこられないのよ。どうしてなの？分かってちょうだい、イエルシー。あの子を死なせたくないの。死ぬ？そう。サラレギーは生まれた時に息をしていなかった。だから命を分けてもらったの。あの奇跡の箱に。奇跡の箱？王家の墓には奇跡の箱があって、死せるものをよみがえらせるの。私はあなたたちを抱いて地下通路を通り墓所まで走った。神と先祖の霊に頼んで命を与えてもらったのよ。サラは死んでいたの？そうね。あの箱がなければあなたの兄は生きてはいなかった。でも今は元気になったのでしょ？もちろん私はそう信じているわ。けれどね、イエルシー、あの箱に祈った時からサラレギーには死の影が染みついてしまったの。死の影？そうよ。だからもう聖鎖国に置いてはおけない。ここにいたらいずれサラレギーは箱にとらわれてしまう。死の影がどんどん濃くなってあの子を連れ去ってしまうから。わかんないよ、お母様。あの子が私の息子とバレたら多分二度と逃げられない。なんで逃げられないの？イエルシー、私の体をよくご覧なさい。この足はまるで石のよう。血が枯れて皮膚が凍り、二度と大地を踏むことができない。お母様。いずれ遠くない未来、私の体はすべて石になってしまうはず。これは箱の報いなのでしょう。正しい鍵を使わず、ただ我が子を生き返らせたい一心で箱の力を利用してしまった私に、怒れる神が試練をお与えになったのですよ。そんな。いや、死んでは嫌。お母様。泣いてばかりではダメ。強くなってイエルシー。
兄の分まで強く賢くなって星鎖国を滑るのです。そう、この母の代わりに。今の箱知ってる？バカだね。箱について知らないのはあなたの方だ。母上は箱が与えた命を奪いに来るのを恐れて兄を他国へやったんだ。決して私より賢かったからではないよ。ねえ母上。今度もまたきっと箱は命を与えてくれる。弱ってしまった母上の命を新しいものと取り替えてくれるんだ。待てよイエルシー、やめろ。ベールを外すな。母上、神魔国の王がご挨拶に。あれは死んでる。死体だ。っていうかもう死体ってレベルじゃない。ミイラ化してる。星鎖国皇帝は母親の遺体とずっと暮らしているんだ。そんな不謹慎なこと、親族の神とやらはお許しになるのか？親族の宗教なんて僕は知らないよ。信仰としてなくはないと思うが、今回は事情が違うだろう。中南米なんかじゃそういう文化があったけどね。死者と共に暮らすっていう。とにかくイエルシーはミイラになった母親と暮らしている。しかも彼は母アラゾンがまだ生きていると信じているんだ。喋るからね。喋る？単にイエルシーがそう感じ取っているだけさ。死体に残った残留思念ってやつ。こういう時超能力者って大変だよね。テレパスとかサイコメトラーとか。それでゲイか、なぜ俺たちはあちらに近づいてはいけないのですか？当然だろ。危険だからだ、ウェラー卿。イエルシーが抱えているのはよりによって糖度の豪華だ。特にビーレフェルトのものを近づけるなんて正気の沙汰じゃない。どういう意味だ？ビーレフェルト家の誰かが鍵だってことさ。君だと決まったわけじゃないよ。一族の誰か一人が鍵なんだ。昔そういう取り決めをしたのさ。宗主を封じた4つの箱をそれぞれ宗主と戦った勇敢で信頼に至る一族に預けるって。それは魔族に3つ、人間に1つ。ビーレフェルトとウェラーはそのうちの2つだ。当時はウェラーじゃなくベラールだったんだっけかな。残りの2つはもしかして1つはボルテールですか？そうだよ。やっぱり。では残り1つはウィンコット。ウィンコット。体の一部に鍵を宿すと聞いた。まあ便宜上ね。ウェラーの場合それは左腕だと。では僕と兄上は。そんなこと聞いてどうするんだい？まだ鍵と決まったわけじゃないのに。だがどうしても知りたきゃ自分の出生日を厳密に調べるんだね。一族の誰かが亡くなるのと同じタイミングで生まれていなければ鍵を受け継ぐ可能性は低い。だけど魔族は誕生日なんかそんなに重要に記してないだろ。確かに。待てよ、つまりそれは生まれ変わるということか？っていうか魂に埋め込むんだよ。それぞれの一族に始祖からずっと同じ魂を使い続けてきた者が一人はいるはずだ。魂の問題なのか？そうだよ。魔力と同じ。確実に伝えるには他に方法がないじゃないか。ゲイか。なに？あまり無理をされてはお体に触ります。陛下もご心配なさいますから。おや、君にだけは言われたくないね、ウェラー卿。うちのユウちゃんを散々悩ませてるのは誰だと思ってるのかな。もしもそれが私なら強烈に存じますが。うわ、
嫌な感じ。あんたたちってティーンズの女の子みたいだね。ほら、お返事をされる。誰が？母上が。喋ってるのはお前だけだよ。その人はもう。いいえ、話す。母上、この男が無礼なことを。鍵よ、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 鍵よ。どうしたの？いい加減にしろ、イエルシー。この人はもう死んでるんだぞ。生きてる。母上は生きてる。今は少し弱っておられるけど、箱があればすぐ元通りに。無理だ。それにこの箱は鍵がなければ開かない。鍵ならある。あなた。やめてくれ、ヨザク。苦しい。ヨザク、あんたも違うだろ。こんなやつのしもべじゃな。鍵のはずなのに、魔族の中で特別な存在。魔王で総国。さっきの総国は違った。でも今度こそ間違いないはずなのに。お前、村谷までこんなまでしたのかよ。豪華などこの世にあってはならぬ。我が身に授からぬ力など、火も風も土も消え去るがいい。他に従う者には死を。この世にあるはただ我のみ。この世を滅ぼすは我が力のみ。東土の豪華、火の宗主を解放しようとしたのは貴様か？誰？魔王じゃない。覚えておけ。この世が死に絶え終焉を迎えるとするなら、それは火によってではない。静まり返った水底に沈んでこそ、生きとし生ける者の命がよく眠るのだ。誰？いいか、他の者になど決して従うな。火が。あれ、火なんで？どこから飛んできた？今の火は誰が？まただ、後ろから来てる。弓矢かと思ったらどうも違う。あの炎は砲術だ。よせよ、誰だ。火を使うんじゃない。ロバが2頭。ジェイソン、フレディ。うわあ、ついでにじゃなくて人魚も。そこの金髪小僧、お父様はどこだ？お父様って。向こう、ユーリいる。ユーリ、助けなきゃ。ちょっと待った。そこの双子ちゃん、火はダメだ。ダメなんだよ。あそこにある危険な武器は炎で衝撃を与えると箱が開いて、爆発、暴発する可能性がある。だから。箱でもあそこ、ユーリの魂見えた。救出しなきゃ。よしな、娘たち。エネラ！よくやった。でもここからは軍師の邪魔をしちゃいけない。ゲイか、もう見ていられない。ボルフラムはダメでも俺なら。ダメに決まってるだろ。君はこの中で唯一鍵と証明されてる身じゃないか。しかも風の終わりの鍵はどの箱にもそれなりに適合する。近づけられるもんか。では有利が箱から離れたら。
陛下だろ、ウエラー卿。グランツが向かっているのに正直足手まといなんだけど。いいさ、どうしてもと言うなら渋谷が箱から離れたら拾いに行けよ。承知した。ああ、そういえば婚約者殿、別動隊はどっち行った？北東に。では僕らもそっちだ。ユーリをあそこに残してか？彼ごと連れて行く。僕たちがおとりになって北東までゾンビ軍を走らせるんだ。女の子2人と人魚来てくれ。炎以外に何が使える？衝撃とかいけるかな？空気の塊で相手を吹っ飛ばすんだ。やる！あとはそうだな、先頭を走るおとりが必要だ。私が行こうか。あなたが奴隷階級の代表なら目的地には真っ先に駆け込んで。それとフォンビーレフェルト卿、そろそろ渋谷が暴露してそうだ。あっちの軍で君の価値が上がってる頃だよ。分かっている。イエルシーを挑発しよう。任せるよ。誘導先は分かっているね。北東だ。大陸の北端。そうだ、重要なのはタイミングだよ。運のあるなしもそこで決まる。あなたは鍵逃がさない。だから言ってんだろ、俺は鍵じゃないの。では誰？おう、俺の口からは言えないね。まさか先に来たあの二人が。そうか、だから一人目の総国があんなに来させまいとしたのか。彼らが鍵だから、どちらかが命の箱を開ける鍵だったから。こちらだ。あいつボリュダム。王者どもよ、あの男を追え。運のいいことにそこから先はほぼ俺の計画通りに進んだ。イエルシー率いるゾンビ軍団を誘導した先は大陸北端の奴隷収容施設だ。まず一番先に逃げ込んでいたサラレギーがなんと奇跡的に俺との約束を果たしていた。勇敢な警備兵たちよ、聞いて。私は皇帝イエルシー。一族の墓から帰る途中、おぞましい死者の軍隊に襲われたんだ。ああ、どうか助けておくれ。あいつらはきっと私を追ってここへ来る。イエルシーで指の的。死せる者どもを倒し陛下をお守りするぞ。でも気をつけて、死者たちは怪しい術で私たちの正気を失わせるよ。いい？もし私が奴らの中にいても敵と間違えて撃ってはいけない。死者だけを狙うの。死者だけを退治するんだよ。かくしてボルフラムに誘導されたイエルシー軍は大陸北端にたどり着いた途端、自国の兵士たちに討伐される羽目になった。しかしゾンビ軍は大所帯だ。収容所の警備兵だけでは太刀打ちできない。そこでヘイゼル、いやベネラが奴隷仲間に高らかに告げた。たとえ我々を長く虐げ声を聞こうとしない国主だとしても、国の頭をおめおめと死者どもにくれてやる民などいないはず。立ち上がれ、どうしよう。今こそイエルシー皇帝を守るのだ。すっげえ、さすがカリスマ。頼むからでかい。すいません、ごめんなさい。どうか全の体になってください。なんか近年稀に見る宗教的な戦場になってきちゃったぞ。縁起悪。母上、お加減は？お前の母ちゃんミイラなんだからお加減もクソもねえよって言いたいけど、今はここから離れるのが先だ。よし。ダメ、魔王が逃げる。追って。やべ。ヨザク。
いか。なあ、おい、ヨザック。ユーリコンラッド。言ったはずだ。この手で殺すと。こうしてやると。やめてくれ。どけよ仲良しちゃんたち。アダルベルト、どうせ本気で切り合えねえだろ。だから俺にやらせると言っただろうが、だいたいお前は箱に近づくなとあれほど。あっと危ねえ危ねえ。アルノルド帰りをなめちゃいけなかったな。しまった。違う。いや、瓶が割れただけだ。ヨザック。しまった。アダルベルト、あの液体は何だ。知らねえよ。だが赤い悪魔の飲み薬だ。いいもんじゃないのは確かだな。毒なのか、ヨザック。てか離れて。ヨザック、まさか。今は大丈夫。動きを止めただけ。ユーリ、いたいた。やっと見つけた。サラ。あれ、どうしたの彼。また死んだの？てめえ、そういう言い方。いや、イエルシー元気そうだ。サラ・レギ。バカ、同じ顔が2人並んだらさすがにバレるって。そちら母上も。おや、サラ、お前んとこの母ちゃんはさ。こんなところにあるなんて。なんだ、無知って恐ろしいね、ユーリ。もしかしてうちの弟はこの箱をあなたで試そうとしたの？愚かだね、イエルシー。死者を操る力を得たからってこれがそんな要素に満ちた箱だと思ってるの？全然違うのに。サラ。まったく、この子の鈍さときたら同じ血を持つなんて信じたくないくらいだ。お前が星鎖国しか告げなかった理由が分かったよ、おバカさん。何そんなに挑発して。黙ってユーリ。動かしてるんだよ、イエルシーが死体兵士全てを遊びの駒みたいに。だからあの子の思考を混乱させれば死者たちは戦闘不能になるはずなの。そっか。そうだ、ウエラー、今日寒い冗談が得意じゃなかった？では最近大シマロンで流行の小話を一つ。そういう高等なのはあんた絶対こなせないからダメだ。なんかあるだろう、ほら、気分爽快ナイスガイとか。なんだよその顔。わあ、まさかあんたに否定されるなんて。俺もう残りのヒットポイント1になった。はい、私が一つちっちゃい事実を発表するよ。イエルシーはね、3歳まで母上のおっぱいをハイチャしてたんだよ。サラのバカ。なんかすげえ真っ赤なんだけど。入っちゃってなんだ。さあ、バカ、最低。星鎖国語で言わなかったのは兄の愛だよ、イエルシー。おかげで部下には知られずに済んだでしょ。いける、火だ。炎はダメだとゲイカが。箱は違う、女王に矢が。母上。燃えちゃってる。母上。いやイエルシー。空が白みかける頃になってやっとゾンビの残骸だらけの砂漠で俺は村田と再会した。もうちっくしょう、生きててくれてよかった。それはこっちが言いたいよ、渋谷。どれだけ心配したと思ってるんだ。地球じゃ君のことお兄さんまで探し回って。知ってる。スペアのメガネももらったし。でも
デスクワーク専門のお前が動かなくったって俺は元気だって。そうじゃない。僕はずっと欲しかった。隠し事をしなくて済む本当の仲間が、何もかも分かち合える友人が。うん。ずっと君が欲しかったんだ。うん。だから僕がこの手で探さなくちゃならなかったんだ。ほら、メガネ。度が合ってるかの保証はしないけど。君の顔がやっと見える。会えて嬉しいよ。こりゃ久しぶりにしんどかったね。どうだい、イエルシー皇帝陛下。我々奴隷たちの忠誠心は。奴隷？申し訳ないけれど、勇敢なご婦人。弟は少し疲れているようなんだ。そうかい。面倒見のいいお兄ちゃんだ。まったく散々な夜だった。当分肉料理は食べられそうにない。お疲れさん、ボルフラム。ジェントルメン、とてもいい仕事だった。さあ、じきに夜が明けるよ。助けて！この子をどうか助けて！神よ、ようやく授かった息子を何故私の腕から取り上げようとなさるのですか？私にはこの子たちしかいないのです。私にはあなたとこの子たちしかございませんね。私の命をこの子に、私の全てをこの子に。私の全てをこの子にか。愛する者の死を前にすると誰もが必ず陥る悲しいジレンマだね。何を読んでるの？女帝アラゾンの日記さ。あのミイラの焼け跡のそばに落ちていたよ。日記を？どんな日記？奇跡的にも息子は生き返った。だがアラゾンはすぐには死ななかった。その年には足が、翌年には手が、やがて体の内側から腐り始め、だんだんと死んでいった。彼女は息子に自分の寿命を与えたんだ。誰が願いを叶えたにしろひどい話さ。俺に言わせりゃ奇跡っていうよりホラーだな。やっぱり箱のせいなのか。どうだろうね。考えてもごらん。あの女は死んだ赤ん坊を抱いて、思ったことが全て現実になる地下通路を走ったんだよ。アラゾン自身の成した奇跡かもしれないじゃないか。はい、サンキュー。それでさ、ヘーゼル、この子たちなんだけど。ああ、私の身を案じてくれた心優しいレディーたちだったね。うん。ジェイフレイ、ベネラを、この人を助けろって俺に言ったよな。うん、助けてほしいの。そう、魔術で。魔術でって何をするの？彼女に協力してこの国の奴隷制度を廃止すればいいのかな？違う、それ自分でする。じゃあ何を？直して。そう、直して。ベネラの体。ヘイゼル、病気なのか？いや、特に思い当たらないが。病気じゃないってよ。違う、見えるの。ベネラの魂。そう、魂の光弱ってる。直して、ユーリ。自分じゃダメだった。ベネラ、国の希望、みんな言ってる。ヘイゼル、魂が弱ってるって。参ったね。それは老化だよ、子供たち。え？誰でも年を取り老人になる。治せるもんじゃないのさ。ずいぶんゆっくりだったけど、
私もようやく天国の門が見えるところまでたどり着いたかね。なあ、俺にできるかもしれないことが一つあるよ。もしかしたら地球に連れて帰れるかも。誘いはとても魅力的だが、私はここに残るよ。この国でリンカーンになってみるのも楽しそうじゃないか。星鎖国の大統領になるの？いや、私はただ理不尽な階級社会からみんなを解放したいのさ。この娘たちが悪性から解放されるのを見届けたら隠居するつもりだよ。そんなに長くはかからないだろう。そればっかりは神のみぞ知るだね。全部終わったら必ず神魔国に来てくれよ。いいとこだよ、風光明媚で。そうだね。乗りかかった船と思ってやってきたが、長い旅になったもんだ。コナンド、ヨザックは？選出です。全くおとなしいものですよ。心ここにあらずといった様子で。ギーゼラさんにも直せないなんてな。肉体は癒せても記憶や精神の領域はね。ヨザックの目にかかったあれ、アニシナさんの薬だったよな。あの人に何とかしてもらうって方法は？さあどうだろう。でも一つ心当たりが。何？ロメロとアルジェント。シェイクスピア？ちょっと違うけど、今はそれにかけてみるしかないでしょう。あ、シマロンの船が着いたようだ。では。ユーリ、サラ、ちょうど船が。ああ、弟くんの様子はどうよ？寝つくまで私の手を離さないんだよ。抜け殻状態の弟を支えてやれよ。そんな平気な顔していていいの？私がイエルシーに成り代わってこの国を支配するかもしれないんだよ。そうするとお前はこれからベネラたちと延々戦うことになるぞ。その間ショーシマロンはどうすんだよ。では当初の予定通り星鎖国と国交を結んでしまうかも。私たちが治める双子国家としていずれ世界の覇権を握ってしまうよ。仲良くすればいいさ。兄弟なんだから。うちにも仲良し兄弟はいるよ。まあ私だってイエルシーの独裁が何年も続くとは思わないよ。でもお前には政治的手腕があると思う。弟をいい方向に導いてやるべきだ。ああ、それと、はい。これは？日記だよ。すっごく長い。なあ、お前の母親はアラゾンさんはさ。知っていたよ。もうとっくに死んでいるって。父に聞かされていたからね。体がだんだんと死んでいく病なのだと。むごい病気だな。さあ、呪いだったかもしれないね。やがて精神も侵されていったから。今でも思い出す。3つの私を暗闇に向かって立たせ、後ろから髪を掴んで何度も言った。お前は私の子ではないよ、サラレギ。だから決して連れて行かない。それは多分連れて行かせないだったんじゃないかな。どうしてそんなこと思うの？いつか読むといいよ。夜にでも一人で。お前のものだ。もらっておくよ。ところでユーリ陛下、箱がどうなったのかあなたは知っている？私が弟に手を焼いている隙にどこかに消えてしまったようなのだけど。え？さあどうだろうな。ユーリ、出航だぞ。わかった。じゃあまたな。そうだね。また必ず。
お待たせ。ユーリ、腹は大丈夫か？え？そうだよ。あれはひどいぜ、ボルフラム。立派なドメスティックバイオレンスだ。ドメスってどういう意味だ？いや、国内とか国産とか。国に戻ったら正式に謝罪を。いいって、正式じゃなくても略式でもいつでも。だって取り戻したんだから。何もかもとは言えないけど、俺は取り戻したんだよな。そうだ、帰ろうユーリ。みんなが待ってる。この先どうなるかは誰にもわからないけれど、この国は確実に変わってゆくだろう。俺はきしむタラップをゆっくりと登った。故郷へ帰るんだ。